実語性の初期条件へ日本語を説明したあるブログより。例1、食堂にて A、 僕は天丼にしようかな。 B、 じゃあ僕はうなぎだ。どうですか、自然なセリフですよね。僕はうなぎを注文するを短くして僕はうなぎだとなるんですね。このような文をうなぎ文と言います。他にもいろいろな場面で使えます。例2、 A、 お正月はどこへ行きたい。 B、 沖縄。 C、 僕はカナダ。 D、 私は韓国。例3、お車は何に乗ってらっしゃいますの。 B、 私はベンツざます。しかしこれは日本語独特の言い方であって、もし英語で I am an eel と言ってしまうと、お前誰だよと突っ込まれてしまうので注意しましょう。このように特徴を自覚に載せたところで注意しましょうで済ませてしまえているのが日本人の言語感覚である。知っているが考えられていない、しかも死語概念空間が暗黙に設定されたまま述語性を感知している状態である。英語で語るとき、認証ではないもの、場所を英語の主語に配置して英語を喋りがちになる日本人であるのだ。話している言語には規範的図式なるものが概念空間として構成されており、それは歴史的に変容し再形成されていくとバンベニストが言うように、歴史は言語にとって可能な物事の複数の一つでしかないのだが、歴史を作り出すのは言語である。かかる歴史変容の中において、しかし述語性の規範図式は変わらないで作用している次元にあり、変化への移行においても述語性の特徴が主査的に浮き出していくのだ。例えば50音へ配備されていく語、そしてテニオ派の出現、正助人の出現、同助人の変容。言語を通して文化を知れるのも、文化機能から言葉は切り離せないからであり、人は文化の中に生まれて、子供は言葉を使って文化の基礎を学ぶのだが、言語文化の必然的関係に人間発話者が介入する。その活動変化適応の能力領域において、主語支配言語様式に従属するのか、述語言語様式に従属するのかの概念スキームの違いは、世界線上で決定的な違いを生み出している。つまり世界経験の結果である精神的組織化ないし心的構成化と、精神的組織化ないし心的構成化へ世界経験が適応していくことにおいて、言語の意味作用の能力である象徴体系が主語的に働いているのと述語的に働いているのとでは、全く異なる表出作用、技術作用が生み出されていくと見出される。主要な西洋言語が述語的言語様式から主語的言語様式へ変容したと想定しているのだが、これはこれからの検証によって世界でも再考されていくテーマであろう。この作用域は言語が文化変化に連動して自動的には変化しない域において深く働いているものであると考えておくことだ。ここは言語であるが言語論ではない。言語と文化の構成域として掴んでいかないばならない。例えば言語による象徴体系化は神の創造的体系として表彰されるが、日本内においてさえ古事記創造体系と日本書紀創造体系とでは、幻想構造体系も言語構造体系も全く異なる。それは文化の変化ではない創造的表彰表出の二重性であり、そこに支配の価値づけが知ることにおいて統治技術的になされている。知るとは統治することである。つまり2つの異なる文化の価値幻想体系が共存して言語に刻印されているという問題域であり、まして西洋的なキリスト教世界の創造体系と日本の創造体系とでは、言語による象徴体系が全く異なるということになろう。阻害された神の淵が全く違うのだから、ここは支配に従属するのではなく、支配を受け入れてしまう力が働いている言語領有の問題であって、言語を無意識へ付置し、行動を意識へ付置する。そこにおいて、自分には選択があったと思い込む死語性と、言語も行動もおのずからなると付置する自分に選択がないとみなす述語性との決定的識別が初期条件として存在しているということだ。言語世界の中に人は生まれてくる。人の中に言語が宿るのではない。述語性言語の初期条件は人類学的、民族学的な交渉や詐称からは設定されない。ただ文語と口語へと分断されたもののより根源に変わりない述語様式の存在を、古事記万葉集から今に至る記述されて残っている文献から見ていくほかない。発語のパロールは記録され得ていない。言語的初期事実がたかが8世紀以降であるが、経験的に残されている日本である。折口忍が示唆した逆語序はいまだに原表として残視しているし、
テニオ派の助詞の使い方に根源的変化はあまり起きていないし、派は大きく変化した。認証主語などは物語の対話叙述の中にも出現していない。意味内容が時代とともに変化しようとも述語形式は変化していない。ただ大きく歴史の変容を見ていくと、物質性の時代において構成的な形式出現が様式化してきたように見えるのは、言語に限らず芸術や美術の表現形式においても述語的に場所構成されているということであろう。そして近代の派の乱用、助動詞が他であるですますにほとんど一本化されてしまう激変は言語の初期条件ではない。人間は話す意味の全体であるパロールの能力を持っており、一定数のパターンを無限に変化づけながら再生産する能力を持っているとみなす生成文法は死語性言語論の典型であるが、構造言語学は形式的システムを持って意味作用を問わずに心理要素もないとして構造要素間の関係のみを対象化する客観性の言語論であるが、その主客分離の双方に対して述語性の概念を対峙的に理論を付持していかねばならない。述語性言語論はかかる世界的普遍課題を負わされる。それはまた遂行から表現形式を問うパフォーマティブな言語論でも、言語構造からメタ言語としての言語形式を問う言語論でもない。聞き手を何らかの行動へ誘発するとき、情動へ働きかける。しかも自然情緒をそこにおいて領有させる言語エコノミーの感覚的なもの。しかも音でも音素でもないものの表出領域に述語性はある。ものから声が発せられる。精神が言語に対して何らかの距離を取らされる死語性に対して述語性は精神なるものを分節化せずに心的表出を表象化してしまう。五母音の単語表だけでも意味を表出する。あいうえあいうえおと発語はあえおではあるが、これを言霊論へイデオロギー化せずにその規制を明らかにして言説生産していくことだ。いや、言霊論の言説次元を理論的に対象化しておかねばならない。述語性は構造ではない構成であるため、意味論でも記号論でもない言語域を理論的に解釈していかなければならなく強いられる。つまり西洋的な理論概念空間を媒介にして批判媒介にして異なる概念空間を対象として創出していかなければならない。死語性概念空間から規制されてなされる実践プラクシスと実際行為プラクティークは、述語性概念空間から規制されてなされる実践と実際行為とは全く異なる。そうした了解の初期条件が類的存在の製造条件においてあるのだが、これは異文化的差異なのか言語本質的差異なのか、つまり死語性言語においても文を決定していくのは述語であるということは欧米でさえ認知されてきている。そこをいかに扶持するかである。まず表現言語の初期条件は述語性にあるということを想定して考察していくことである。ソシュエルは語の概念がシニフィアン S として、その像イメージをシニフェするとして、シニフェ欲望シニフィアンとし、その関係が恣意的でしかないと記号の関係を示した。それを羅漢を判定させ、シニフィアン欲望シニフェとして、シニフェを欲望の下に置き、シニフィアンを上に置いた。そしてシニフィアンの優位性を主張した。この判定は何を意味するのか。